エアガン好きの皆さんこんにちは、オクトパスの女社長です。はい。今日は職人の魂が込められてるのになぜかフィールドには姿を現さない一品を紹介するよ。人気ないだけ。はい、今回紹介していくのはこちら、KSCスミス&ウェッソン M945。基本スペックはこんな感じ。スミス&ウェッソンってリボルバーのイメージしかないわ。好きな人は好きって感じの銃かな。これの他には東京マルイが出している M&P とかの方が知ってる人が多いかな。これは見たことある。今回の KSC M945 はハンマーロック、撃鉄管、トリガーなどのパーツに高耐久性を誇る小結成型金属を使用しており、ピストンユニットはきつめのリコイルショックを叩き出すハードキック型のエクセレント仕様。あらん限りの税を尽くした最上級の45として売り出されているエアガンだね。話だけ聞くと高級な銃やな。これだけすごいのにあまり見かけない M945。まあ使ってる人をフィールドで見たことはないな。性能がシャバオフ意外とシンプル。一応新品だから説明書とかもろもろフルセットで入ってるね。このチャンネルって新品のエアガンを舐めたんや。はい、これ新品の証拠。取説入れてる袋の封が切られてないわ。これは新品。これは専用のホップ調整器具だね。ホップ調整がちょっと面倒か。マガジンにもこれでもかと言わんばかりのたくさんの刻印。反対側にはパフォーマンスセンターのロゴ入りの贅沢仕様。悪くないな。まずは外見から。愛よ。美しい。お前はそれしか言わん。税を尽くした最上級の45ってのに嘘はないね。グリップパネルが樹脂製なのはご愛嬌。それでも綺麗な木目を再現してて、妥協は一切感じられない仕上がり。刻印とロゴに関しても、スミス&ウェッソンに高額なライセンス料を払って実銃同様の刻印を各所に打たせてもらってる極上の一品だよ。これまたコレクターズアイテムとしての価値の高いエアガンやな。2003年発売の古いエアガンだけど、スライドとかフレームに刻まれてる繊細な刻印はレーザー加工で忠実に再現。KSC のエアガンはCNC 切削とかレーザー刻印で外見のディテールに他のメーカーに比べてめっちゃコストかけてるから、正直実用性能はそこまで評価されてへんけど、鑑賞用としてのポテンシャルがめっちゃ高いイメージあるな。そう、おかげで倍々。こいつも撮ってて楽しいエアガンやな。こんなに職人の技術と魂が込められた一品だけど、お値段はなんと22,000円。微妙なライン。M945 といえば、一番特徴的なのはスライド上部のこの鱗模様。模様ではねスケールドセレーションっていう鱗状の滑り止め加工だね。現代ガバメントとかグロックに滑り止めの加工はあるけど、ここまで独特なデザインなのは珍しいよな。この加工のおかげで手に濡れてても確実な相談動作が行える必要性も担保しつつ、デザイン性にも気を配れる紳士的な銃なんだよね。もう一押し欲しいな。てかずっと気になってるんやけど、こいつ新品言うてた割になんでちょこちょこキスだらけなん。これには聞くも涙、語るも涙な深い理由があって、うさんくさ。実はこれ、はるか昔に買い付けた積み銃なんだけど、出たよ積み銃界隈。ある日行きつけのショップに買おうとしたらこの子がほぼ捨て値で売られてて、理由を聞いたら、お店に車が突っ込んでめちゃくちゃになった商品の一つだって言うんだ。私はこれな他に訳あり商品はあるかって聞いたら、この子以外はみんなすぐ売れてって残ってるのはこいつだけって言われたのを今でも思い出すね。ずっと売れ残ってて、店主も困ってそうだったし、この子からも助けてって声が聞こえてきたから、ああこれは運命なんだなって思って。なんや泣ける話やな。まあそんな感じで買うかどうか悩んでたら、買ってくれるなら捨て値価格からもうちょい値引きするよって店主が打診してきて、その話乗ったって感じでただ同然で引き取ったね。話のわかる店主で助かったよ。後半クソみたいな話やな。まあ店主もガチで処分に困ってたんやろな。ちなみに KSC からはこれの他にも結構いろんなバリエーションが展開されてるんだけど、保温コンパクトモデルもあるんやな。このスーパーフルハウスなんてどう？存在感は抜群だよ。ごっついな。このコンペンセーターがいいね。機会があったら購入しよう。これだけいろんなバリエーションも展開されとるのに、なんで使ってる人間に今まで出会ったことないんやろな。やっぱ性能差が。まあ理由は様々だろうけど、個人的に一つ現地で困るかもって思ったのは、この子は分解せずにホップ調整ができるのが売りの一つなんだけど、付属の専用工具がないと調整はちょっと厳しいことかな。フィールドに持って行き忘れたら調整できんのはマイナスやな。同じモデル持ってきてる人がいればええけど、まあおらんやろうしな。丸いや他製品は分解が必要とはいえ工具なしで調整できるからね。分解言うてもスライドストップ外すだけやしな。ちなみにこの子は事故の影響かスライドストップが外れません。終わってる。店主がさらに値引きしてくれた理由の一つはこれかもね。まあ動作に影響はないからよし。よくはね。あとこのチェッカリング加工の施されたマガジンキャッチボタンがスムーズなマガジンチェンジを可能にしてくれて、操作性は最高なんだけど、ボタンの主張が激しすぎてホルスターに入れて激しく動くと誤作動でマガジンが吹っ飛ぶかもしれないけど、ここはユーザー側で対策してね。まあこれはしゃあない。てか通常分解できんってことはナイフパーツがどっか行ってんちゃう。
まともに動くんかこいつ。それはこれから見ていこう。撮影前に確認しとけよ。まずはガス漏れの有無から。はい、マガジンは問題ないね。ガス内の命やからな。ここが問題ないのは安心や。問題はここからだね。さっきからガシガシ動かしてるからスライドは動くやろうけど、発射飛行に問題がないとは言い切れんからな。おう、動いたね。新品のレビュー欄に動いただけで歓声が湧くのおかしいでしょ。非常にコンディションもいいね。この感触とスライドストップが少し意外で外れないだけでそれ以外は無傷なのかもしれないね。おそらく多分メイビー。レビュー中にぶっ壊れるかもな。これは地味に助かるポイントだよ。ストッパー機能か。慣れてないと解除忘れそうやけどあれば助かるな。弾がちゃんと撃てるかも確認。初速測りがてらインナーバレルの歪みを確認するわ。おう、前評判よりいいじゃん。平均初速は 59.39 メートル毎秒。ジュール換算で 0.35 ジュール。連射に伴う緩やかな低下傾向が見られるけど、全体を通して非常に素直で安定した減衰を描いてんな。KSC 機体らしい整った作動フィーリングやわ。爆薬機種でこれだけ高コンディションなら状態がいい M945 はもうちょい優秀かもね。ただ初速は普通だけどグルーピング精度がダメなのかもしれない。まあいくら初速出てても弾がまとまらんと話にならんもんな。今助けるぞ。距離が短いからこれを絶対的な評価とは言えんけど、1.8 メートルでこのグルーピング精度なら申し分ないのでは。調整とかいろいろ試した感じ。この銃のグルーピング精度はホップよりサイト調整が重要っぽいね。そうなんや。こんな感じでマイナスドライバーでグリグリしたら上下左右の調整ができて、最終的に私はこのくらいの高さに調整したら狙ったところに弾が飛ぶようになったかな。ほな完成に個人差が出る銃やな。あんま人気ない理由が一つ分かった気がするわ。ぶっちゃけ丸いのエアガンとかはサードパーティー製のカスタムパーツが豊富にあるから、それをもってして性能の底上げができるけど、この子はそういうのもほとんどないからこれ以上の性能向上を図ることができないのもフィールドに持ってこない理由かもね。結論、この銃はより手間を惜しまないマニア向け。他のエアガンと違って実銃みたいにサイトを調整して撃つ感覚はより没入感を味わいたい人には刺さるかもね。私は見た目がリアルならあとはエアガンらしい調整でも気にしないから、前回のワルサー P38 とかの方が好みかな。あれはお前がホップツイストバレルとかいうロストテクノロジーを搭載してるから癖銃になってるだけで、普通は箱出しでも十分遊べる銃やぞ。まあこの銃はライセンス認証品だし、バリエーションも豊富だから気に入ったモデルがあったら鑑賞用として1丁持っておくのもいいんじゃないかな。コレクションアイテムとか部屋打ちなら十分楽しめる銃やしな。サバゲーで使ってる人をあまり見かけないから、装備が被るのが嫌って人はこの銃を持っていくといいかもね。注目を浴びるかもだけど、実用性はメインの大型武器に任せて、サブ武器はロマンに全振りでもええんやない？サバゲー好きの皆さんこんにちは。オクトパスの女社長です。またなんか始まった。このコーナーではリスナーから届いたお便りを紹介していくよ。あれでコメント来るのマジか。ラジオネームアーキーさんからのお便り。 S&T の M1903 で急弾不要といえば滑らかに動かないルート内側に正常に間違ってマガジン逆さまにシャマラフルとか綺麗に開かシャッターを PB 上にやさりする調整とかマジで熟練さんや。困ったらうちのコメント欄に答えがあります。限定的すぎる。アーキーさん、お便りありがとうございました。取説でも目指すか。続いては優勝さんからのお便り。銃のセーフティー説明の距離感。銃の扱いを5秒で覚えられる映画だね。シーン選択のセンスのなさよ。優勝さん、お便りありがとうございました。フューリーはいいぞ。まだ登録してない人はチャンネル登録とベルマークをクリック。ハイプのせいハイプも。続いてはジャムおじさんからのお便り。 S&T 君のマイナー銃をそこそこの値段のリアルウッドで出そうとする気概は好き。個体差不具合が豊作のジャガイモみたいにゴロゴロ出てくるのは嫌い。あの頃の S&T はどこ行ったんや。ジャムおじさん新しい顔や。ジャムおじは人間や。このコーナーではリスナーさんからのお便りをお待ちしています。ほぼ公開処刑やけどな。お相手はオクトパスの女社長でした。それじゃまた次回の動画でバイバイ。